の魔女、幼女強い。第2話、クマさんに出会った？どうかね？今夜、食事でも。いえ、明日は早朝から出かける予定がありますので。ヘアリキッドの匂いが臭い。髪に触れようと伸ばされた手をするりとかわし、体を舐めるように絡みついていた上司の視線から、私は逃げ出した。新規臭い気遅れに声をかけてやったのに、逃げ出してきたばかりの給湯室の奥から、いまいましげな中年親父のつぶやきが聞こえ、何かを蹴っ飛ばしたらしき音が無機質な廊下に響いてくる。しつこい、気持ち悪い、口数が少なく地味で陰気な私なら、都合のいい女として性欲のはけ口にできると思ったのだろう。上司に慣れ慣れしく口説かれたのは、もう十数度目になる。私って人と話すのが苦手だから、言葉を探しながら話すせいで喋るのがとろいんだよ。新人類ジュニア世代だとか呼ばれる。少子化が加速し続けて止まらなくなったことが認識された頃に生まれた世代で中途採用組の私は、同期 OL の中でも頭一つ飛び抜けて年上だから浮いているし、あいつなら解けば落ちますよ。と、3つ年下の同期が下心満載のスケベ親父を抱きつけている節もある。家庭環境が複雑だった私は陰湿ないじめなら学生時代にも散々にあったし、対処法なら心得ているけど、この会社にいるのもそろそろ限界かな、と思う。以前の勤め先でも同じようなことがあって、何度か転職を経験しているので、転職すること自体にはもはやためらいはない。今の職場は自宅の賃貸マンションからの通勤が、電車の乗り換えがなくて楽だったのだが、粘着質な男に言い寄られるのは私の心が耐えられない。男なんてみんな死ねばいい。女もみんな死んでしまえばいい。人間なんて嫌いだ。私のことなんて放っておいてくれればいいのに、人間の悪意だけはどこまでも私を追ってくる。ため息が出る。引きこもりで生きていければ最高だけど、生きていくには最低限は人間との関わりを持って働かざるを得ない。この月末を迎えれば私は31歳になる。さっさとババアになれれば少なくとも男は寄ってこなくなるのに、といつも思う。愛想も良くなくて高卒の事務職だけど、コツコツと何かをしたり整理したりするのは得意な方だし、子供の頃から暇つぶしでいろいろと勉強したから学業の成績は悪くなく、学生時代のうちから年齢的に取れる資格は取れるだけ取っているし、独学だけど語学も数カ国語は片言レベルで話せるから、新しい転職先は何とか見つけられるだろう。大学？家庭事情で行く余裕なんてなかったけれど、高望みをしなければ低学歴でも生きていくぐらいはできるもんだよ。よし、会社を辞めて転職しようと心の中で決意をしたら、鬱屈しかけていた気持ちが楽になった。季節は春。世間も別れと再出発の季節だから、転職してもなんだおかしくない。明日の休日は朝からテントを持って1泊2日の山菜採りに出かけるのだ。まだ夜は冷えるだろうけど、天気が崩れる気配はないから綺麗な星空も見られるはず。寒さが緩んで暖かくなった日差しに草木の新芽が燃えて、人間社会のよどんだ空気とは違うすがすがしい野山の空気を胸いっぱいに深呼吸するのだ。連休ではなく通常の週末だから、罠漁でジビエ料理をする予定はないけど、取れたての山菜で天ぷらでもあげようかな。熱々サクサクの天ぷらでキンキンに冷えた缶ビールをぎゅっとやる。よしよし、ちょっと元気が出てきたから定時退勤の時間まで仕事を頑張ろう。ってこんな終わり方なのか。頸椎に損傷を負ったのか、痛みも感覚もなく、視覚を失っていて耳しか聞こえないけど、バキボキくちゃくちゃと何かを噛み砕く音と柔らかいものを咀嚼する音、そして獣の荒い息遣いだけが聞こえてくる。振り返った一瞬しか見えなかったけど、ヒグマだったと思う。
ツキノワグマは何度か遭遇したことがあるけど、明らかに大きさが違った。タラの芽を摘んでいて、何かが枯葉を踏む小さな音に気づいて振り返ったら、頭に強い衝撃を感じて意識が飛んだ。本州には生息していないはずなのに、なんでヒグマがと思うけど、もうどうでもいいよね。だって私食べられちゃってるんだもの。はあ、生き残るために一杯努力してきたのにな。そんなことを考えているうちに、私の意識は闇の底に沈んで消えた。第2話、クマさんに出会った。終わり。